どうも、クピオです。大人が夢を変える場所、JP スタさんに来ています。またまた出ました。これやばいですよ。何やと思います？これ、軽自動車ベース、ターボ搭載キャンピングカー、ハッピーワンシティターボです。以前紹介したハッピーワンターボ、こちらのここから上、ルーフがポップアップバージョンになります。どうですか？見た目もシュッとしていて走りも良さそうですよね。風の抵抗も少ないし重量も軽くなっています。全高が2メーターということで立体駐車場も入ります。全長が3メーター80センチ、全幅が1メーター70センチ。軽キャンピングカーより大きく、普通のキャブコンよりかだいぶコンパクトなのでどこでも止められるしどこでも行けるキャンピングカーです。都市部に住んでいてキャンピングカー所有を諦めていた方、これなら夢叶えられそうですね。今回この動画が初公開ということで詳しく見ていきます。まだプロトタイプということで発売日や価格など決まっていません。今回の動画の皆さんの反応やコメントがこの車に反映されると思います。まずは今決まっているスペックからお伝えします。ベース車はダイハツアトレーの4駆です。サイズなどは先ほどお伝えした通りで運転が苦手な人でも扱えるサイズになっています。で、一番の特徴はこのポップアップ、屋根が上がります。しかも電動なんですよね。こちらも後でやってみますね。軽自動車ベースですが普通車扱いの8ナンバーになります。ではまず外装フロントから見ていきます。やっぱりバンクがないんでかなりスタイリッシュに見えます。で、バンクの部分にカメラあります。これアランダビューモニターのフロントカメラになります。なんかまだハッピーワンターボと違ったタイプのかっこよさがあります。こちらがハッピーワンターボです。どっちが好きですか？悩ましいですね。でもこのコンパクトな感じかなりいいですよね。メインのキャンピングカーにしてもいいし、サブのキャンピングカーとして、自分専用のキャンピングカーとして欲しい気もします。で、こちらがサイドになります。エントランスドアがあって、この下にステップがあります。で、ドアの横、こちらは冷蔵庫の熱風出るところですね。で、こちらがシャワーで、こちらは AC コンセントになっています。で、ここですよね。JP スターさんといえばこのビルトインタイプのサイドオーニングです。こちらも電動で開きます。反対側のサイドです。で、こちらは電源ですね。外部電源挿すところあります。ここからバッテリー充電できます。で、ここもバッテリーの熱風ですね。熱などを出す空気口になります。で、こちらはリア中の収納につながっています。で、リアです。ここにね収納できるスペースがあるんですけど、ここはエアコンの室外機を多分つけるんじゃないかなと思います。まだ決まってないそうです。なんでハッピーワンターボの本当に屋根がないバージョンですね。ハッピーワンターボの下はこの辺は全部一緒という感じになります。屋根は 400W のフレキシブルタイプのソーラーパネルがついています。で、これなんとですね、面白い仕掛けがあって、この外側なんですけど光ります。一回光らしてみますね。スイッチオン。お、光りました。どうでしょうか？このラインテープがねこんな感じで仕込まれています。結構キャンプとかでも明るくなって良さそうですね。反対側はこんな感じです。面白いですよね。なかなかこの発想はないですよね。めちゃくちゃ目立ちます。で、これ停車中だけの装備かなと思ったらこれで走ってもいいそうです。これで街の中走ったらめちゃくちゃ目立ちそうですね。ちょっと自分はあんまつける勇気ないんですけど、例えば駐車の時ですよね。これリモコンでオンオフできますんで、なんか暗い時とかこれつけといたら橋とか見えそうですよね。その点ではかなり安全性は高そうです。ちなみに今回紹介する装備なんですけど全部標準でつけるそうです。で、足回りなんですけどこちらもかなりこだわった装備がついています。こちらリアなんですけどホイールが14インチですね。で、これタイヤがワイドタイヤということで走行性能が安定しています。で、フロントはなんとこの安定性を増すためにトレッド幅を左右3センチずつ広げて6センチ幅広げてるんで横風やコーナリングにも強そうです。で、このタイヤ自体もですね横幅が広いタイプのタイヤなんでかなり走行性能はこだわりを感じます。もちろんこの紹介した足回りも標準装備だそうです。すごいですね。ですごいいいなと思ったのがこのワイドになった分ここちょっと出るんですよね。ただこのオーバーフェンダーついてすごいかっこよくなってます。どうですか？いいですよね。これ白なんですけど黒とか他のカラーリング武骨な感じにすればかなりかっこよくなりそうです。で、運転席なんですけどもう普通のアトレーで、黒ゴンがついていたり、あとはここにですね多分アランドビューモニターがつくと思います。もしくはこのモニターですね。
ここに上から見た映像が映し出されると思います。こちらももちろん標準装備です。さあ、そしたら中開けてみます。こちらが今現在ポップアップルーフが下がった状態です。一回開けてみますね。ここのロックを外します。4箇所あります。そしてこのリモコンで開けます。いきますよ。スイッチオン。どうでしょうか。約1分ぐらいかけて上がったような気がします。でこんな感じでね、サイドオーニングもこのまま上がります。でこの生地がポップアップにかなりしないようにこういったゴムバンドで固定されています。なのでもう本当に何もしなくていいんですよね。こんな楽なポップアップだったら何回も使用すると思います。自分軽キャンピングカーのポップアップ式持ってるんですけど、手動なんですよね。これが電動だったらどんだけいいかと思っていたんですが、これは本当に羨ましいです。ポップアップの弱点、面倒煩わしいを全て克服しています。はい、ポップアップを上げるとめちゃくちゃ高くなっています。自分身長170なんですけど、立ってげんこつ1個と指1個って感じですかね。なんで185ぐらいはありそうです。でレイアウトはハッピーワンターボと同じこの L 字のソファーに運転席の上にバンクベッドがあります。これすごい簡単に展開できます。で入ってすぐこっち側がキッチンシンクになっています。で電子レンジはここですね。下のベッド展開もハッピーワンターボと同じで、ここの引き出しを引いてで展開する感じになります。やっぱり軽キャンピングカーに比べると横も広いし高さもかなりあるんで、かなり広く感じます。もう一人ならかなりゆったり過ごせると思います。二人でも全然窮屈じゃないと思います。でポップアップ生地なんでやっぱり外の音はある程度聞こえます。こんな感じで開けるとこうメッシュになってますね。1、こう小さな2、3、4、5、6、7、8個ありますね。でこれよく考えられていて、ここまず防水の生地になっていて、でこれ中なんですけど断熱なんですよね。なのでポップアップの弱点、温度に弱いんですけど、そちらを最小限に抑えられていると思います。一回これで車中泊やキャンプに行ってクーラーどのぐらい効くか夏は検証してみたいですね。でそのクーラーなんですけど、こちらはまだプロトタイプなんでついてないんですけど、12ボルトのクーラーがつく予定とのことです。この辺はまだ未定になります。で決まってんのは床暖、この下があったかくなる装備、こちらはつくそうです。あとこのベバスの F ヒーター、こちらも標準装備で、なんといってもこちらエコフローのパワーシステムがこちらも標準でつきます。ここに現在の電気の消費量やスイッチもこんな感じでできるんで、もうかなり直感的で分かりやすいですね。1000万超えのキャブコンにつくこのパワーシステムなんですけど、こういった軽キャンピングカーにつくなんてかなり贅沢な仕様ですね。でこの入り口の横、ここに冷蔵庫がつく予定です。でこのシンクの前ですね、ここになんか引き出しのテーブルがついています。これ使い方いいですね。でここにテーブルのブラケットありますんで、この辺にテーブルをかけることもできます。でここはポンプなど収納されています。なんかちょっとずつ改良されてすごい使いやすくなってますね。でこの辺の装備などはまだプロトタイプなんで変わると思います。この床の収納も使えますね。でカラーリングはこういった明るめの白にするそうです。で床とかもとりあえず仮で作ったそうですが、また意見とかあれば言っていただければ改良されるということです。この床はちょっと賛否ありそうですね。で照明がね、ここにフラットバータイプの LED 照明が1箇所、2箇所、3箇所、4箇所で、上にシーリングの LED 照明が1、2、3、4箇所なんで結構明るいですよ。でこのエコフローのパワーシステムスイッチで細かく電気つけたり消したりできますんで、かなり使い勝手は良さそうです。でここ今気づいたんですけど、ここのちっちゃいポップアップのこのメッシュなんですけど、雨の日でも換気できるようなこんなカバーがついています。中から見るとこんな感じですね。ここだけチャックになっています。はい、今バンクベッドにマットを敷いてもらいました。結構広いですよ。一番前からこの手前までで170センチ、マットでないぐらいですね。169って感じですかね。でこの横なんですけど140ですね。横幅は結構あるんですけど、この長さが170ないんでちょっと寝る人は選ぶかもしれませんね。
でプロトタイプということで、せめて170まではあと1センチ2センチぐらいですかね、伸ばしてほしいですね。はい、そしてもうメジャーで今この高さ室内測りました。182です。で下の装備なんですけど、ハッピーワンターボ内外装前出しました。でその装備とほとんど同じになりますんで、リンク貼っておきますんで、詳細知りたい人はそちらもチェックお願いします。どうでしょうか。ハッピーワンシティターボ、個人的にはかなり気に入りました。面白いですよね。これで山とか秘境とか行ってみたいです。キャンプ場とかも楽しそうなんですけど、なんか国道とかですね、ひどい道の方、これで行って車中泊してみたいです。自分だけの秘境とか自分だけの車中泊スポット見つけに行きたいです。で今回こちらのモデルプロトタイプで、まだ発売日や価格も決まってません。というか発売するかもまだ決まってないということです。ぜひね、この動画のコメントに欲しいとか買いたいとかコメントしておいてください。で声が大きかったら発売されると思います。この車街走ってる姿見てみたいですよね。ぜひ JP サさんには発売してほしいと思います。でちょっと余談になるんですけど、視聴者様からの問い合わせでなんか施工の精度や不具合どうですかというのも聞かれました。で短時間のこの紹介ではなかなか細かいところまでは紹介できないんですけど、パッと見た感じは問題ないんじゃないかなと思います。で初めてキャンピングカー買われる方は、日本のディーラーさん、トヨタやダイハツなどそういった車屋さんと比べられる方も多いと思うんですけど、キャンピングカーは不具合がつきものです。どんな高いキャンピングカーでも絶対不具合は出てきます。で値段を上げれば上げるほどそういった確率は減ってきたり、いい素材使われるんですけど、やっぱり JP スタさんとかは結構安くで作られてますんで、故障や不具合などもあります。キャンピングカーの中で安いと言ってもやっぱり普通の車会社高いんで、買ってからそういったところ見つかるとかなりショックだと思うんですけど、何か不具合やミスがあった時は JP スタさんはすぐに直してくれます。もちろん無償で。なのでその辺も許容できる方が購入された方がいいかなと思います。本当唯一無二で日本のキャンピングカーにないクラスをどんどん作ってくれるんで、 JP スタさんにはこれからもどんどん開発してもらって大人に夢を与え続けてほしいと思います。でこちらのハッピーワンシティターボの方は、こちらのハッピーワンシティターボの情報の方はホームページに決まったら随時アップしていくとのことです。まだ何も決まってないので問い合わせしても答えられないので、この動画の方にぜひコメントしておいてください。その声が JP スタさんに届くと思います。で明日なんですけど、また新作のキャンピングカー、自分がプロデュースした日本特殊ボディさんから発売されるアオサギ、こちら本邦初公開しますんで、そちらもぜひチェックよろしくお願いします。